皆さんこんばんは、さちです。今回は透け感が可愛いシアーカラーを使って秋にぴったりなチェック柄ネイルをやっていきます。ぜひ最後まで見ていってくださいね。それではスタート。ベースコートは D アップのストロングガードを使いました。まずはキャンメイクの N29 番を薬指以外に塗っていきます。最近私の爪がすごい黄ばんでしまってるんですが、乾燥でも色素沈着でもなくビタミン C 美容液で黄ばんでしまいました。夏から秋にかけて高濃度のビタミン C セラムを使うのですが、爪につかないように気をつけてるつもりでも黄ばんでしまう。同じように高濃度ビタミン C を使ってる方は気をつけてくださいね。薬指にはネイルホリックの RD039F を塗ります。廃盤になったキャンメイクの N70 番に似た発色です。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。一度塗り目が乾いたら人差し指と小指以外を2度塗りしていきます。黄ばみの話に戻るんだけど、ベースコートを使わずに色素沈着してしまったり、除光液による乾燥でも黄ばむので、ベースコートの使用とオイルでの保湿は必ずするようにしてくださいね。乾燥時間は取らずに次に進みます。キャンメイクファンデーションカラーズの12番を使います。ハケに少しだけ液を取って人差し指と小指の爪先に重ねます。メインでやるチェック柄はラインテープを使うので、しっかり乾かしている間にサブを塗っていきます。爪先に重ねたら1分くらい乾かします。2回目はハケ先4分の1から3分の1くらいの液量で先ほどよりも深めに重ねていきます。いつも通り1回目で塗った範囲に塗ってからハケに残った液でさらに深めに塗っていきます。2回目が塗れたら3分くらい乾かします。3回目はハケ先3分の1から半分くらいに液を取ってさらに深めに重ねていきます。グラデーションは何度もやってるから皆さんはもうマスターしたんじゃないかな。先日グラデが得意になったとメッセージをいただいてすごく嬉しかったです。3回目が塗れたら10分くらい乾かします。ラインテープを使います。マスキングテープでも大丈夫です。テープを適当な長さに切って肌にペタペタして粘着力を弱くします。カットしたテープを親指の根元と爪先に貼ります。もう一度 RD039F を使います。RD039F を親指の根元と爪先に重ねます。ラインテープからはみ出さないように塗ってください。粘着力が強いままだと剥がす時にベースカラーも剥がれちゃうので、必ず粘着力を弱くしてから貼ってくださいね。中指も同じようにテープを貼って根元と爪先にカラーを重ねていきます。爪先側はテープがなくても塗れる方は根元だけで大丈夫です。ここまで塗れたら3分くらい乾かします。カラーが乾いたらテープを剥がします。ちなみにこれは失敗例。粘着力が強いとこうなります。もう一度 FC12 番を使います。12番を親指の右側3分の1くらいに重ねます。境目が多少歪んでしまっても、この後各ラインで隠せるので大丈夫です。中指も同じように塗ります。中指は爪が小さいので、ハケを縦にして塗ります。ここまで塗れたら3分くらい乾かします。ネイルホリックの WT080 番を使います。先ほど塗ったグレージュの境目にラインを描きます。めっちゃプルプル震えちゃいました。中指にもラインを描きます。乾燥時間は取らずに次に進みます。シフレの006番を使います。親指の根元のローズカラーとの境目にラインを描いていきます。ホワイトはできるだけ一気にスーッと描いた方が綺麗に描けますが、こちらのラメは少しずつ描いていきます。横ラインが描けたら今度は縦に1本描いていきます。右端からホワイトラインまでの幅と同じくらいになるように幅を見ながらラインを描いてください。中指の横ラインは爪先側の境目に描きます。
縦ラインはホワイトのラインと等間隔になるように。幅を均等にするのが難しい方はグレージュとホワイトを塗る前にゴールドで先にラインを描いておいてもいいですよ。薬指も右側1/3くらい開けて縦ラインを描きます。人差し指と小指の爪先にも重ねます。ラインを描くときもですが、刷毛に少したっぷりめに液を取ってラメを置いていくイメージで塗るとやりやすいです。ラメを重ねたら3分くらい乾かします。仕上げにトップコートを塗ります。トップコートの前にベースコートを使ってホワイトのラインがにじまないように軽くコーティングしておきます。スタンプを押すみたいに優しく重ねます。そのままトップを重ねても大丈夫なんだけど、念のためやっておくと安心です。1分くらい置いてからトップコートを塗っていきます。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。大人かわいいチェックネイルの完成です。この色合いならお仕事ネイルにもいいと思います。使用したものをまとめます。右手はグレージュとピンクを逆にして塗りました。チェック柄の部分も色を逆にしてるし、グラデとワンカラーのサブアートも左右でカラーが逆です。チュルチュルな透け感カラーだから重すぎなくていい感じ。ぜひ真似っこしてもらえると嬉しいです。次回はファンタジーなハロウィンネイルをご紹介予定です。お楽しみに。またねー。